やハロー、みさきみさです。今日の動画はこちら、デスク周り。引っ越ししてからデスク周りね、特にこだわらず、もうモニターボーンってね、1枚だけ置いて、その他なんかマイクとかなんか使うやつだけ置いて、まだね、デスク周りを作ってなかったんですよ、実は。で、第1弾の動画で NGXT で組むおしゃれな白い PC っていうのを組んだので、もうよかったらね、まだそちらの動画見ていない方は見てみてください。前回の動画から変わっている部分が一つありまして、それがモニターですね。グラボの検証でWQHD を使おうと思って、ちょっと動画外でね、出してきたんですけど、このスタンドが邪魔。めっちゃ邪魔で、これを今回モニターアームに変えていこうと思います。今回使用していくモニターアームがこちら、エルムトロンの HX になります。これより大きいウルトラワイドのモニターでも支えれるっていうね、モニターアームなんですよ。今までめちゃくちゃ安い3000円台か4000円台ぐらいのグリーンハウスのね、モニターアームしか使ってなくて、それと比べてどうなのかっていうところもね、ちょっと気になるので見ていきたいと思います。頑張ります。とりあえずデスクに取り付ける部分やね、これなんやけど、めっちゃでかい。これくるくる2つあるんだけど、このモニターアームがこのくるくるで挟んでもいいし、机自体に埋め込むこともできるんだ。最初からついてた位置ここやねんけど、このね、机の分厚さっていうのがもっとね、分厚くて入らないよね。で、その場合はここのネジを取って下にあと2段階下げることができます。六角がついてる。結構長くて回しやすそう。で、このモニターアームの値段っていうのがセールの時で安くなってて3万円ちょっと、3万9000円とかがめっちゃ高い。で、これをちょっと見せるために一回手前で組んでみようかな。くるくる回して止めていく。そもそもさ、このデスク自体160センチかな、横やねんけど、やっぱりウルトラワイドとか置くんやったら170とか180は欲しいよね。この短い足を取り付けていくねんけど、裏側にケーブルのカバーみたいなのあるんですけど、ここの出ている部分を軽くつまんで引き上げると取れます。で、入れる時も一緒で、下の爪入れてからここを押さえながら入れるとはまります。ここにあるめっちゃちっちゃいネジ、六角のネジが埋まってるから、それをこの細い六角で締めていく。こうすると取れなくなるのかな。あ、取れなくなった。あ、すごい。で、この上にこのモニターをつける部分、これをつけていきます。プスッと。はい。そしてここも同じように今度小さいやつで締めていく。そうするとこんな感じ。めっちゃ動きスムーズ。すごっ。もう小指とかでも動かせるぐらいめちゃくちゃ軽い。上下はどうなんかな。結構こう力入れたらね、曲がるようになってます。コイルみたいなやつ、これをこの先につけんねんけど、 M6×14mm×2 って書かれたこのネジの下の方から刺す。で、締めていく。よいしょ。はい、これで OK。私今回ね、クイックプレートみたいなの買ったんですよ、エルゴトロンの。この爪の部分をカチッとするとロックがかかって、ここをカチッと手前にするとロックが外れて、なおかつここをこう押しながらこう取るとこのプレートが取れます。爪が張る方を前にして、こんな感じでネジで後ろから留めていく。プレートの方に入ってた方のネジ、いいじゃん。そうすると1個。お、いいね。じゃあこの反対側をモニターに取り付けていく。これみんな一人でどうやってんの？とりあえず外すわ、これ。よいしょ。ちょっと待って。一回立てます。ここで立てます。あ、いけるかも。このモニター結構太いから、あ、自立する。離しても大丈夫だ。ここがね、干渉する。こんな感じでうまいことつけれた。で、あとは
はこれを持ち上げてこのモニターアームに取り付けるだけって言ってもここが多分一番の難関そうで、この LG のモニターめっちゃ薄いのなので見た目超いいモニターなんですけど、持つには最悪だよね。10キロやもんな。10キロ大丈夫、お米持つぐらいだ。いきます。せーの待って無理かも。やっぱり無理だ。どうしよう。デスクの上登っていい？大丈夫か？このデスク壊れない？上から持ち上げたら持ち上げやすいと思うねん。ちょっと怖いな。大丈夫？ひっくり返ったりしへん？このまま持ち上げる。上から持ち上げる方が少ない力で持ち上がるはず。何見せてんのって感じやねんけど、ちょっとごめん。なんかいきます。せーの。よし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 、来た。でここにはめる。ちょっとどうしよう。待って、思ってるより左になっちゃう。これモニター。どうしよう。ちょっと待って PC に当たっちゃう。どうしよう。これもうちょっと低くないと。足で押さえていい？いや、あかんな。汚い。いや、やっぱりもう一回挑戦するわ。いきます。よいしょ。見えへんのよこれ。ちょっと待って。どういう状況か分からんと思うねんけど。やばい。待って、重い。やばい。刺さって。やばい。PC に当たっちゃう。こうして。いや、ダメだ。待って。どうしよう。もうちょっと下やったらいけんねんな。ちょっと足で押さえていい？いや、これしかない方法が。足で押さえながらするしかない。いや、待って、パンツ見えてない？見えてる。もういっか、しゃあない。こんないないよ他に。これしかないんだもん、方法が。よいしょ。あれ？刺さんないよ。どうしよう。これさモニターのレベルたくさんすると思ってさ、着脱しやすいクイックプレートを買ったんですよ。毎回これやんのミサ。やばくない？女子はウルトラワイドモニター向かないかもしんない。なんでスカートにしたんだろうミサ。いや、こうなると思わんよな普通に。いきます。やば。せーの。来たかも。来た？これ来てんのこれ。ちょっと待って。来ました。皆さん来ました。来た。入った。ちょっと待って。下ろさせて。怖いよ。よいしょ。しんど。めちゃくちゃ移動しやすい。やばい。ということでこんな感じでケーブルとかも接続してみました。でね、もうデスクの下がめちゃくちゃすっきりした。こんな感じ。ちょっとねケーブル見えてたりもするんだけど、この辺り白いメッシュとかで白くねしていこうかなっていう風に思います。で、今までこのウルトラワイドモニター好きなとこに置かれへんかってんけど、これやったらもうこんな感じでね好きなところに持ってくれる、好きな向きもできちゃう最高な、環境になったんですけど、このモニターアーム使ってみて思ったことっていうのが、まずモニターが前に来すぎちゃうっていうところ。これ湾曲モニターやからさ、こう端の方が前に来るのは分かんねんけど、もう少しね壁にくっつけたいねんな。で、デスクを前に持ってくれば後ろにできるでしょって思ったんやけど、このモニターアームの形上なのかな、結局はねこの位置になっちゃって、ちょっと見ていただければお分かりの通り、こう PC があんまり目立たないもう少し後ろ側に行けばさ、ここがさ PC が見えてね綺麗なデスク周りになると思うねんだけど、そもそもやっぱウルトラワイドだったら横がもう少しね広いデスクをね使う方がいいなっていう風にね思いますね。だからマイクもこうやって隠れちゃってるじゃん。で、前に出そうとしたらこんな感じになっちゃうわけ。狭くない？デスク。これから多分ここで自作 PC は作れません。どうしよう。これから結構奥行きあるデスクなんだけど、奥行きないデスクでこれ使うと結構モニター前に出ちゃうんだろうなっていう
感じですね。だからこの160っていう横幅のデスクでウルトラワイド使うんやったら、この PC をもう下に下ろすしかないなっていう風に思いました。これじゃあさ、ちょっと見た目があんまりよろしくない。あとはデスクの天板を変えたいなって思ったんやけど、またこれやんのっていうめっちゃ大変じゃない？安いモニターでもこう上下こう動かしたりとか前にこう動かすのとか結構楽なんだけど、このね高いモニターに変えてからやっぱり高いモニターアームの方がスムーズ。めっちゃ動かすのが、こんなでかい画面でも女の子でも簡単に自分の好きな位置にねこう持ってこれることができるっていうのはすごいいいなって思った。であとはこれね上下にも行くし、こう前にも出したりすることできるんだけど、例えばこの後ろ側の配線変える時に前使ってた安いやつはこういう動きが簡単にできなかったんですよ。でもこれはマジで簡単にこういう風にね角度が変えれんの。前まではねほんとね1ってこれぐらいやったんよ。で硬いしっていう感じやったんやけど、このね上下もうここまでもいけちゃう。でこのさモニターってさ USB タイプ A が刺さるねモニターなんですよ。それの USB のこう抜き差しをねしたりすると思うので、これはねすごい便利かなって思います。こんだけぐちゃってしても軽い力でこうやって戻せるからね、最高だ。やっぱ高いモニターも違うわ。使ってみて思った。安いやつは結構軽いとはいえ簡単にはね動かすことができないんですよ。なんやかんやで力いるんですけど、これはほんまに力いらん。ウルトラワイドの人はね高いモニターアームにする方がいいわ。もう超ストレスフリーだもん。こう叩いてもあんまり揺れてない。わかる？下がったりとか上に上がったりとかしないですね。だから値段は高いかもしれへんけど、でも高いだけの価値は絶対にあるって思いました。クイックプレートっていうやつも普通に24インチ27インチのモニターやったらもう簡単に着脱可能できるからすごい便利やなと思ったんやけど、ウルトラワイドはもうそもそももうこう持ち上げるのが女子だったら大変やから、あれにしたい意味はあんまりなかったんかもしれないっていうふうには思ったんやけど、ここにねまたウルトラワイドを入れ替えるとか他の商品をこう取り付けたいなって思った時、普通に取り付けるよりかはクイックプレート使った方がいいと思うから、それはそれで良かったのかなっていうふうに思います。いつになったらモニターもこの女つけんねんって思ってた人もいると思うんですけど、やっと帰れました。ということで次回はこの白いデスク周りに合うデバイスだったり商品だったりそのあたりを揃えて設置していこうかなと思います。もうめっちゃ楽しみ。この後ろとか壁とかちょっと寂しいじゃないですか。なんか本当はね棚とかつけたりとかこう可愛くしたいんやけど、でもねコンクリートなの、しかも賃貸だからさネジとかもダメだし、どうしようかなってちょっと考え中。なんかそのあたりいい案あればね教えてください。ということでチャンネル登録よろしくお願いします。以上、みさきみさでした。じゃあのー。